皆さんこんにちは、ランダムです。僕は今ね、山口県の下関市の九州の目前にある日野山公園っていうね、山頂の公園の方に来ています。で、こちらはね、山頂の展望台でロープウェイもしくはね、車で上がってくれる場所ではあるんですけども、こちらが山口県で、あちらがもう福岡県なんですよね。で、僕は前回ね、10万円で九州一周8泊旅するんだっていう風に言っときながら回れなかった県もたくさんあったんですけども、今回はね、最後にね、残してた福岡をメインに九州のね、車中泊旅の方をさせていただきたいという風に思います。はい。で、愛車はもちろん7枚の K 君なんですけども、今回持ってきた装備が前回とね、ちょっと違いまして、まずは冷蔵庫なんですけども、こちらはいつも使ってるね、白い分じゃなくて、この分にしました。というのが、今まで使ってた冷蔵庫はちょっとね、音が大きかったりしたんで、こちらですね、過去に紹介させてもらった温めることができる冷蔵庫を持ってきました。はい。で、中はね、ちょっと適当に入ってます。で、今回は、九州の方はもう結構暖かいんで、ストーブはね、持ってきませんでした。で、電源に関しては AC200MAX ですね。これね、僕が気に入って使ってる分なんですけども、現在の電池残量は 70% で、これはね、冷蔵庫で物を冷やすための電源にしてます。で、もう一台こちらですね。E-NO のもう廃盤になった 1800Wh の電源です。今まではね、1500Wh のものを使ったんですけども、こっちの方が性能がいいんで、こっちに切り替えてきました。はい。で、あとはね、ポータブル電源じゃなくて、モバイルバッテリーにしました。これはね、3万 mAh のものです。ですんで、ポータブル電源が2台とモバイルバッテリーが1台ですね。ちなみにね、この設定にしたおかげで、車のね、積載重量というのですかね、あれがね、10キロほどね、軽くなってます。はい。ということでね、旅の装備はこんな感じで、もうね、早速、九州に上陸したいなというふうに思うんですけども、今回は福岡の僕のね、行きたかった場所っていう、結構ね、ディープなところを回ろうと思ってるんで、2泊3日、もしくはね、3泊4日の旅になるんじゃないかというふうに思うんですけども、予算をね、潤沢に使っても仕方がないんで、今回もね、金額縛り、1万円でね、やらせていただけたらなというふうに思います。はい。で、ちなみにね、お土産代等はこれには含まれないんで、もう、純粋にね、滞在費と観光費、みたいな感じでね、1万円でやらせてもらいたいと思います。はい。よし。ということでね、もうね、いい時間だったんで、九州の方ね、向かって行ってみたいと思います。行きましょう。よし、行きましょう。はい、110円でした。よし、行きましょう。はい、今ね、海の底あたりのはずです。はい、ということでね、九州に再上陸です。はい、ということでね、北九州市の方にね、上陸しました。この辺にね、来るのはね、もう2、3年ぶりですよね。で、北九州市のこの辺りもね、すごくたくさんいろんな見るところがあるんですけども、そちらの方はね、以前回ったことがあるんで、今回ね、この近辺はちょっとスルーさせてもらいます。はい、すいません。だったらね、今どこに向かって移動してるのっていう風に、皆さんね、気になると思うんですけども、やっぱりね、北九州といえば、あの観光地なんで、今はね、そちらの方に向かって移動します。はい。どこに行くのかはね、ちょっとお楽しみとさせてください。すごい都会だな。岡山こんな道ないですよ。ちなみに今ね、西に向かって移動してます。あら、お弁当屋さんがある。すごいな。あちこちね、道端でお弁当売られてますね。ちょっと道を間違えて今 U ターンしたんですけども、せっかくなんでね、ちょっとお弁当屋さん少し見させてもらいましょう。そうね、止めさせてもらうスタイルみたいですね。すごくいい匂いしてる。ちょっと
見させてください。初めて見た。うわ、美味しそう。どれも。ここはなんか皆さんそうやって売られるところなんです。なんか集まってやってますね。初めて知りました。みんな好き放題やってます。すごい。チャーハンと唐揚げのお弁当とか、チャーハンとお肉のお弁当とか、すごいたくさん種類がある。どれもね、めちゃくちゃ美味しそう。ハニーマスタード弁当とか、豚しゃぶ弁当とか、ピザ風ハンバーグ&謎弁当とか。僕朝ごはん食べてないんで、一つね、いただきましょう。これは何です？これが牛しゃぶ、豚しゃぶの、あとこれチャーハン。これがいいな。これください。で、あとせっかくなんでスープもください。ありがとうございます。お湯はこっちに入れてもらって大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、お願いします。はい、はい、ありがとうありがとうございます。ございます。またよろしくお願いします。します。ちょっと多めに入れてください。濃い系ですね。はい。こちらでね、お湯を入れるみたいですね。OK。どうぞ。よっしゃ、多め。いいの手に入ったな、これは嬉しいな。はい、すいません。ありがとうございます。お弁当。ありがとうございます。いいの買えました。すごいな。ちなみにね、こちらも、あと、こちらもお弁当屋さんで、どうやらね、日曜日以外はね、されてるとのことです。はい。ちなみに、目的地はね、もうあと 1.5 キロぐらいなんで、今からね、行ってみたいと思います。行きましょう。はい、ということで到着です。あったはい、ということで、こちらがね、目的地の駐車場なんですけども、こちらは軍艦防波堤っていう場所でから、沈没した船をね、防波堤代わりにしてる場所なんですよね。で、僕はね、いっぺん呉でからコンクリート線を見たことがあると思うんですけども、あれと同じような場所なんでね、ちょっと来てみたかったんでね、早速見てみたいと思います。おー、こちらですね。でっか。これもまた大きい船ですね。はい、ということで、こちらはね、軍艦防波堤っていうところですね。僕はね、以前呉市の方でコンクリートの船の防波堤を見させてもらったことがあったんですけども、こちらもね、同じような感じで作られている防波堤で、ここにはね、3台の船が堤防もしくはね、防波堤代わりに埋め立てられたとのことで、冬月と鈴月と柳という船があったらしいんですけども、今ね、この目の前に見えてるのが柳っていうね、船とのことです。ちなみにね、この船はね、お役御免になってた鉄の船を堤防にしたんですけども、冬月と鈴月に関しては、どうやらね、戦艦大和の直営艦、だから護衛艦なのかなとして出撃してから、生還して帰ってきた2台が今ね、沈んでるらしいです。で、今回ね、せっかくお弁当買わしてもらったんで、ちょっとね、護衛艦にね、腰掛けてから、海ね、眺めながら、ちょっと早めのお昼ご飯いただきたいと思います。よいしょ。よし。よし、ということでね、お弁当いただけてもらいましょう。こちらはね、唐揚げ名人鳥作さんのところのお弁当ですね。唐揚げ名人だったんだ。唐揚げ買ったらよかったですね。よし。すごいね、美味しそうですね。ちなみにね、スープと合わせて700円でした。はい。ということでね、もう美味しそうなんで、早速ね、いただきたいと思います。いただきます。まずはチャーハンですね。果たしてお味は。美味しいです。卵チャーハン、ねぎ入り卵チャーハン。これはいける。パラパラです。で、こちらはね、しゃぶしゃぶでいいのかな、ごまだれしゃぶしゃぶみたいなやつで、半分が牛で半分が豚って言ってました。多分ね、こちらのお肉の白い方が豚かな。美味しい。これはいけますね。クリーミーな感じのごまだれです。お野菜もしっかり。で、秘伝のね、ラーメンスープどうかな。美味しい。これもね、すごく美味しいです。思わずね、道端でいいのが買えました。嬉しい。
はい、ということで、全部食べて完食です。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。よし、ということでね、船見ながらご飯もね、いただけたんで、ちょっとね、車に戻れたと思います。よいしょ。はい、ということで、ちょっと車に戻ってきてからね、今、スマホをいろいろ見てたんですけども、この辺りにもね、行きたいところは結構あったんですけども、曜日的にね、空いてないような場所もあったんですよね。ですんで、ちょっとね、北九州市のこの辺近辺はね、ちょっと一旦諦めて、ちょっとね、西の方に向かいたいと思います。で、行く場所は、道の駅宗像さんですね。こちらの道の駅はね、結構暑い道の駅っていうのはね、僕、昔から知ってて、ちょっと行ってみたかったんで、38キロでね、52分かかるんですけども、ちょっとね、今から移動してみたいというふうに思います。はい。じゃあね、行きましょう。よし、のんびり行きましょう。はい、雨が降り始めました。今日はね、晴れのち曇りとかのはずだったんですけどもね。オッケー、来ました。道の駅宗像さんですね。はい、ということで、こちらはね、道の駅宗像さんですね。こちらはね、中はね、地元の食材とか、いろいろね、美味しそうなものも売られてる場所なんですけども、実はね、車中泊にめちゃめちゃ理解のある道の駅さんで、過去にね、車中泊体験会っていうね、イベントをされたことがある場所でもあるんですよね。で、ちなみにね、駐車場の方にも特に車中泊 NG とかっていうものはなくって、OK っぽいところではありますんで、ちょっとね、いっぺんね、来てみたかった道の駅さんではあります。はい。ということでね、ちょっとね、中見させてもらって、買い食いなんかをね、させてもらいたいというふうに思います。すごいですね、ぶり大根とかもらえてますね。1380円。すごいな。でかいサバのハンデが売られてます。650円から950円まで様々です。道の駅なのにね、魚屋さんかっていうぐらい品揃えがあります。荒かぶ2600円らしいです。こちら明太子コーナーですね。出来たて明太子380円とかからある。醤油類がめちゃくちゃたくさんありますね。甘口、うま口、刺身、卵かけ、パンかけに豆腐かけ。これいいですね。うま口醤油。考えたらだし醤油みたいなやつです。よし、これ1個いただきましょう。で、福岡はね、あまおういちごが有名なんで、今ねシーズンなんでいちごね売られてますね。で、さらにそのいちごを使ったいちご大福というのがね、ここの有名な名物おやつで、こんな感じでね売られてます。いちご大福こしあんで用意してある。なるほど、こしあんなんだ。僕こしあん好きなんでね、1パックねいただきましょう。美味しそう。すごいな。これはね食べたかったんですけども、やっぱしね、いちごって旬があるんで、今の時期なんでね、これ相当美味しいんじゃないかと思います。はい。ペイペイで支払ったら 10% 持ってくるそうなんで、ね、クーポン獲得させてもらいましょう。はいですね、道の駅宗像をフォローしたらクーポンもらえるそうなんで、はい、クーポン獲得。はい、お願いします。はい、どうも。はい、購入できました。3点でね、830円でした。OK。よいしょ。よし、ということで、いちご大福買ってきたんで、いただきましょう。いただきます。果たしてお味は。美味しい。一口でね、いちご大福が大福に変わりました。一気に食べちゃった。うん。大福もね、すごく美味しいです。でもね、お茶がね、ちょっと高かったんで買わなかったのと、あと水もね、なんもないんで、もう一つはね、ちょっとお茶を買ってからね、いただきたいと思います。はい、ということでね、お茶が買える場所というふうにちょっと今考えたんですけども、気がついたらね、もう4時半か来てるんですよね。で、あんまりね、ゆっくり回りすぎても、回れたところ回りきれないんで、もう次の場所に移動したいと思います。はい、次行きたかった場所はね、こちらです。日本の名車歴史館という場所があって、
こちらはね、この遠崎のマリンワールドっていうあたりにね、あるんですけども、経路はこんな感じでね、1時間2分かかるんで、着いたらね、もうね、3時半からなっちゃうんで、飲み物はね、もうお手洗いで水ぐらいね、飲むぐらいにしてから、もうね、先に行きたいと思います。はい。ということで、出発です。はい、今ちょっとね、信号待ちの最中に行き先を変えました。というのが、名車博物館行ってもね、1時間30分しか入れないのと、この雨でね、行ってもちょっと楽しくなさそうなんですよね。ですんで、ここからはね、予定をぐるっと変更して、買い物行って、お風呂に入って、車中泊っていうね、流れの方に切り替えていきたいと思います。はい。ということでね、まずは買い物の方に行こうと思うんですけども、九州といえばトライアルで、北海道にもたくさんあったトライアルがこっちの方はね、もう本場なんでめちゃくちゃたくさんあるんですけども、メガトライアルっていうね、とんでもない店舗さんがこの近くにあることを見つけてましたんで、そちらの方にね、お買い物しに行ってみたいと思います。はい。メガトライアルだったらね、行って出てくるだけでも1時間はけでもね、楽しんでしまうと思うんで、ワクワクしながら行ってみたいと思います。行きましょう。よし。はい、メガセンタートライアルさんの方にね、到着です。とりあえずね、岡山の敷地の3倍近くはね、あります。はい。で、中でね、たくさん物売られてると思うんですけども、トライアルさんはね、確か基本的に撮影 NG だったはずなんで、パッと行って、お買い物の方をね、楽しんでいきたいと思います。はい。じゃあね、行ってきます。はい、店内撮影禁止。行ってきます。はい、ただいま。はい、行ってきました。中に入ってね、いきなりびっくりしたのが、2階建てだったんで、岡山の店舗の6倍からね、8倍ぐらいの広さのトライアルさんでした。で、2階はね、服から靴からがもう、ドワーッと置かれててから、めちゃくちゃたくさん置かれてて、アウトドアグッズから家電までね、すごく揃ってて、あと1階はね、もうほぼほぼ全部が食料品フロアでから、見応え十分で、もうめちゃくちゃ楽しかったです。はい。で、買ってきたのはね、こんな感じで、お茶、水、キャベツ、お酒、パン、コロッケ、鶏肉、氷、で、卵ですね。で、これだけ全部で2227円でした。想像以上にね、しっかり買い込んでしまいました。ですけども、お茶、水、キャベツ、酒、パン、卵に関してはね、もうこれを買っとけば、あとはね、いろいろ使い回しが効く食材なんで、今後ね、数日間滞在するんであれば、安い投資だったんじゃないかなというふうに思います。はい。よし、ということで、ね、お茶飲みましょう。いただきます。美味しい。よし、ということで、以上大福いただきます。めちゃめちゃ美味しい。本当に2粒で400円、価値あります。ごちそうさまでした。よし、詰め込み完了ということでね、そろそろね、お風呂に行こうかなと思ったんですけども、ちょっとね、お金を使いすぎてるような気がするんで、節約をね、させてもらって、お風呂はね、明日のちょっとお昼ぐらいにね、入るような格好にして、もうね、今から今夜の宿泊予定地の方にね、移動してみたいなというふうに思います。はい。で、現在地はね、ここなんですけども、行こうと思ってるところがこの赤いピンのところで、潮見公園駐車場という場所で、こちらの方に展望台があって、ここから朝日がね、綺麗に見えるとのことで、今はね、雨が降ってるんですけども、明日の朝は晴れ間が覗くとのことなんで、今からこちらのね、潮見公園駐車場さんの方にね、移動してみたいなというふうに思います。ちなみにね、行こうと思ってた日本名所博物館を通過してね、行くようになります。はい。ということでね、行きましょう。これはね、この目の前の島に渡るためだけに作られた道ですね。すごいな。
はい、この山をね登っていきます。山じゃないけど、はい、こちらですね、塩見公園。はい、こちらですね。こちらお手洗いあります。で、こちらが駐車場ですね。OK。はい、到着です。はい、ということで、ね、塩見公園駐車場さんの方にね、到着です。駐車場真っ暗なんですけども、あそこにね、トイレの電気もついてるんで、とりあえずね、安心安全です。で、現在の時刻はね、6時43分なんで、もうそろそろ晩ご飯の準備を、と言いたいところではあるんですけども、お昼にね、美味しいお弁当食べたら、あれでね、お腹がかなり膨れててから、お腹がね、全然空いてないんで、お腹が空くまで、後ろでね、PC 作業の方をね、していきたいと思います。はい。ちょっと頑張ります。はい。ということで、ね、PC 作業してたらちょっと遅くなったんですけども、現在の時刻は8時半で、もうね、お腹も空いてきたんで、晩ご飯にしようと思います。はい。で、今夜はね、食材がこんな感じであるんで、こちらを、視聴者さんからもらった堀西でね、焼いて、チキンステーキにしてね、それをハンバーガーにしていただこうかなというふうに思ってましたら、堀西をね、どうやら忘れてきたみたいで、調味料がね、塩コショウしかないんで、今回はね、この分を、挟んで食べるみたいな格好でね、やっていきたいなというふうに思います。はい。で、今回ね、鶏肉を焼くのにね、ホットサンドメーカー持ってきました。この分でね、ちょっと挟んで焼いてみようかなというふうに思います。ただしね、汁気なんかが出たら、だいぶこぼれたりしてダメなんで、ちょっと様子を見ながらね、焼いてみたいと思います。はい。準備します。よいしょ。こう。で、結構ね、水分があるんで、これで取りましょう。よし。よし。そしたら、塩コショウ。とりあえずね、パリッと仕上げるためにね、小麦粉振っときます。で、ここにね、少しだけ油さします。OK。表面をね、なじませる程度です。で、ここにね、もう鶏肉乗せます。よいしょ。ちょうどいい大きさですね。で、蓋。で、蓋したら、で、焼いてる間にね、キャベツをカットしていきましょう。今日ね、まな板忘れたんで、まな板シート使います。どっちでもいいんでね、こうやって置いて、いい匂いですね。ちょっと開けてみましょう。おお。ひっくり返しますよ。せーの、よっと。はい。で、開けてみると、ああ、なるほど、こんな感じですね。OK。うわー、取れとらなかった。フライパンのね、油を、こっちにね、取りました。焼け具合は、おー、いい感じ、いい感じ。パリッとしてます。よし。マヨ。キャベツ。チキンがね、少し大きいんで、切りましょう。大きすぎます。よいしょ。よし、いい感じ。なんですけども、卵買ってきてるんでね、目玉焼きつけましょう。あと、OK ですね。はい。よいしょ。はい。なかなか難しいな。これをかぶしたら、バーガーの完成です。よし、ということで、もう早速いただいてみましょう。いただきます。うん。美味しいです。よくできてます。お肉もね、柔らかくてめちゃくちゃ美味しいです。油を吸わしたパンがちょっともろくなってますね。やばいやばい。うん。めっちゃめちゃね、鶏肉プリプリでから、すごく美味しいです。ちょっとね、温め直しました。で、マヨですね。半分はね、マヨソースでいただこうと思うんですけども、お酒もね、いただきましょう。こちらですね。買ってたね、白霧島です。黒霧島が、このサイズのものが
売り切れてたんで、白にしました。よいしょ。こうやって、これぐらいかな。ということでね、お肉つつきながら、焼酎、いかしていただきたいと思います。美味しい。水道水で飲んでる方はね、いい水で作られた氷でね、飲んでください。もともと美味しいお酒がね、すごく美味しくなるんで、おすすめです。はい。ということでね、ちょっと久しぶりにね、映画を見ましょう。今回はね、ネットフリックスのネイキッドというね、映画を見ます。これはね、タイムループものの映画ですね。で、僕ね、タイムループもの大好きなんでね、ちょっと今回はこちらをね、ゆっくり見させてもらいたいと思います。よいしょ。よし、せっかくなんで、コロッケ食べましょう。ちょっとね、1個僕は潰しちゃいました。すごい大きくなっちゃったけども。美味しそう。ちょっといただきましょう。いただきます。美味しい。これね、2個で200円だったんですけども、めちゃめちゃ大きかったんで、お買い得でした。はい、全部食べて完食です。ごちそうさまでした。映画はね、ちょっとあんまし見れませんでした。はい、ということで遅くなったんで、そろそろ休もうと思うんですけども、今日使った金額はこんな感じで、3867円でした。ですんでね、ちょっと1日目にしては相当使いすぎましたね、これは。はい。で、明日以降はね、たっぷり観光の方を回ると思うんですけども、いきなりね、初日から予算との戦いになったんで、何日遊べるかわからないんですけども、とりあえずね、明日もしっかり福岡県の方堪能させてもらいたいというふうに思います。はい。ということで、今日はもう寝ます。おやすみなさい。やっぱし定期的にね、エンジンちょっとメンテナンスされてるみたいで。おお。6時になったらなんか始まりました。